今日は白菜と豚肉の重ね蒸しを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、白菜と豚肉の重ね蒸しを作っていきたいと思います。こちらはですね、もう白菜と豚肉を重ねて、あとは電子レンジで蒸すだけなのですごく簡単です。さらに今回はですね、こちらの重ね蒸しにぴったりなタレレシピもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに重ね蒸しの材料をご紹介します。材料はこちらです。白菜、豚バラの薄切り肉、みりん、料理酒、鶏ガラスープの素、塩コショウ、こちらの材料を使って作っていきます。まずですね、白菜なんですが、今4分の1個用意してます。こちらはですね、白菜の大きさによってね、グラム数も変わってくると思いますが、だいたいね、300から400グラムぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。ちょっとね、この小さめの部分は余るかもしれないので、余った場合はお味噌汁や、あとは野菜炒めなどで使っていただくといいかなと思います。そして豚バラ肉は今回 250g です。こちらはね、目安にしてみてください。そして味付けなんですが、今回ね、漬けだれも作っていくので、ちょっと薄めに仕上げていきます。みりん、料理酒、鶏ガラスープの素、こちらで味付けします。鶏ガラスープの素に関しましては、お好みでコンソメ、あるいはだしの素で作っていただいて OK です。それでは続いて、タレの材料をご紹介します。材料はこちらです。長ネギ、生姜、にんにく、お醤油、お酢、お砂糖、すりごま、ごま油、こちらの材料でタレを作っていきます。こちらね、とてもシンプルな材料なんですが、ポイントはですね、生の生姜とニンニクです。こちらね、チューブタイプを使っていただいてもいいんですが、生のものの方が香り高くて、さらに食感も楽しめるので、生を使っていただくのがおすすめです。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずはじめに漬けだれをね、作っていきたいと思います。最初にですね、こちら長ネギをみじん切りにします。みじん切りのやり方はね、やりやすい方法でやっていただいて OK です。それではね、切っていきます。はい、長ネギはこのようにみじん切りにしてください。そしたらね、ボウルの中に入れましょう。それでは続いてニンニクです。ニンニクはね、まず半分に切ってニンニクの芽を取り除いてください。これはえぐみの原因になるので必ずね、取り除きましょう。そしてニンニクはみじん切りにします。ニンニクはこれで OK です。そしたらね、こちらもボウルに入れてください。では続いて生姜ですね。生姜はまず皮を剥きましょう。そしてね、こちらも同じようにみじん切りにしていきます。生姜もみじん切りにしたらボウルに入れてください。それでは続いてお酢をですね、軽く電子レンジで温めてツンとした酸味だけを取り除いていきます。こちらを電子レンジ 600W で40秒加熱します。はい、40秒加熱しました。そしたらね、この中に入れます。続いてここにお砂糖を入れてください。あとはお醤油、そしてすりごま、あとはごま油を入れます。そしてよく混ぜましょう。お砂糖のね、シャリッという感じがなくなるまでしっかり混ぜてください。はい、これで漬けだれの完成です。とてもね、こちら簡単にできますので、ぜひ作ってみてください。それでは続いて重ね蒸しを作っていきます。まず白菜ですね、このまま一度水洗いしてください。水洗いしたらですね、ペーパーで軽くね、水分を拭き取ります。この後ね、レンジで蒸していくのでちょっと濡れてるぐらいでちょうどいいかなと思います。そしたらですね、続いてこの芯の部分を最初に切り落としてください。そして一枚一枚ね、こんな感じで剥がしていきます。ちょっとね、何枚使うかはお肉とのね、割合もあると思うので、ちょっと様子を見ながらね、調整したいと思います。白菜はね、このように準備しておきましょう。そしたらですね、一番大きめのね、白菜を一番下に置いてください。そしてここにね、薄切り肉を重ねていきます。
はみ出た場合はねちょっと折り込んでください。こんな感じです。そしたら続いてここにね軽く塩コショウを振ってください。本当に軽くで大丈夫です。そうしましたら続いて今度はですね白菜を今度は逆向きで置いていきます。こっちね今白い部分なんですが、白い部分が葉の部分に来るように置きましょう。そしてまたお肉を重ねます。そしてまたね軽く塩コショウを振ってください。そして白菜を重ねます。またね同じようにお肉を重ねます。お肉がね白菜からはみ出るときはパタッと折りたたんでください。あとはねちょっと余った部分にお肉を置きます。そしてまた塩コショウを振ってください。そしてまたね逆方向に白菜を置きます。そしてお肉を置いてください。はい。で、これでね、お肉がもう全部終わったので、またね、上から塩コショウかけて、そして最後ですね、また重ねます。こんな感じです。今、このようにね、白菜と、あとはお肉を重ねてます。4分の1個の白菜使って、今こんだけね、余ってます。結構余ってますので、何かね、他のお料理に使ってください。そしたらですね、白菜を重ねたまま、だいたいね、4センチ幅ぐらいで切っていきます。しっかりねずれないように押さえつけながらね切ってください。はい、このように切ります。そしたらねこういった耐熱の容器を用意してください。今回私は約22センチ ×14 センチの耐熱皿を使ってます。高さはねだいたい 4.5 センチのものになります。そしたらね白菜を敷き詰めていきましょう。はい、こんな感じで並べます。あとはですねちょっと両脇に隙間があるので、こちら余ったね白菜をちょっと入れていきたいと思います。せっかくなのでねこういった余った白菜を両脇に入れましょう。はい、OK です。このように敷き詰めていただくとねピタッとするので見た目も良くなると思います。隙間がある時はねこんな感じで余った白菜を敷き詰めてみてください。そしたらですねまずこちらを加熱する前に調味料を合わせていきます。直接かけてもいいっちゃいいんですけれども、ちょっと味ムラが出るのでまず別の容器にみりんと料理酒とあとは鶏ガラスープの素を入れます。そしてよく混ぜましょう。そしてよく混ぜたらこの上にかけてください。はい、 OK です。そしたらこの上にふんわりラップをかけます。そしてこちらを電子レンジ 600W で8分から10分ほど白菜と豚肉に火が通るまで加熱していきます。はい、今ね10分加熱しました。そうしましたらやけどしないようにラップを外してください。はい、こんな感じでねとても美味しそうに仕上がってます。10分加熱してまだ加熱が足りない場合はもう少しね加熱してみてください。あとはねこちら先ほど作った漬けだれをかけて仕上げたいと思います。はい、これで白菜と豚肉の重ね蒸しの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後ねこのように器に盛って、あとはねタレと彩りにこちら分量外ですが小ネギを散らしてます。こちらの小ネギは分量外なのでお好みでかけて召し上がってみてください。ボリューム満点でとても美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきたいと思います。いただきます。豚肉とねあとは白菜の甘みが出ててすんごい美味しいです。そしてこのねネギだれが最高に合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の白菜と豚肉の重ね蒸しのポイントです。まず白菜なんですがさっと水洗いして、その後軽く水分を拭き取って、そして芯の部分を切り落としてください。そして続いて重ねていく時のポイントなんですが、まず一番下にね一番大きめの刃を置いていただいて、その上にお肉を置いてください。お肉を置いたら今度はね白菜の上下ですね、芯の部分を逆側にして置くようにしてください。そのようにね重ねていただくと全体の厚みのバランスが良くなります。重ねられる枚数なんですがお肉の個数やあとは葉の大きさによっても変わってくると思いますので、重ねる枚数はねちょっと前後するかもしれないんですが、こちらは調整してみてください。そして重ね終わった後はですねだいたい4センチ幅ぐらいで切ってみてください。そしてその後ですね耐熱の容器の中に敷き詰めていくんですけれども、おそらくね隙間が出てくると思います。もしね隙間ができた時はその隙間部分に
に残った白菜を詰めてください。その白菜もねすごく甘く仕上がるので、是非ね隙間には余った白菜を入れて一緒にレンチンしてみてください。そしてあとはね電子レンジで加熱するだけなんですが、この加熱時間はですね電子レンジの種類や、あとはね容器の形とか材質とか、あとは大きさによってもね適正な加熱時間が変わってくると思いますので、こちらは様子を見ながら調整してください。そして今回はですねこの重ね蒸しにぴったりなネギだれレシピもご紹介しました。すごくねこのね重ね蒸しにぴったりなので、是非合わせて作ってみてください。作る時もねお伝えしたんですが、ここに入ってるねニンニクと、あとは生姜は生のものがおすすめです。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので是非作ってみてください。はい、ということで今日は白菜と豚肉の重ね蒸しを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんの動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。